今日はクッキングノートにもレシピがある昭和時代から今日に至るまで世界中で広く食べられている人気のサンドイッチ、その中でも私が特に好きなカツサンドを分厚いとんかつで、また卵サンドを昔ながらの方法とふわふわとろとろのスクランブルエッグを挟んだ2種類の方法で作りたいと思います。もう一つはハムチーズ野菜サンドで栄養バランスの良いサンドイッチ弁当を完成させましょう。はい、じゃあまずとんかつ作っていきますね。2枚を半分ずつぐらいの大きさにします。この肉全部をサンドイッチには使えませんが、揚げないで冷凍しておけば食べたい時に出してあげれば良いですし、揚げたものでも冷蔵庫で 2,3 日置いておくことができ、カツ丼にしたりカレーに入れて食べられます。はい、これを並べて叩いて伸ばします。ザクザク筋も切っていきます。反対にして、はい、塩コショウします。小麦粉薄く塗っていきます。小麦粉を分厚く塗りすぎると揚げた時衣が剥がれやすくなるので注意ですね。そしたらここにも小麦粉入れて、小麦粉に卵割り入れます。卵もう1個3個使うかな。サラダオイルを少し混ぜます。そしてお水も少し入れて溶きます。贅沢に作るなら小麦粉も水も足さなくて卵だけでパン粉をつけても構いません。そしたらこれをパン粉につけていきます。で、今回のカツサンドに使うのは3枚で十分なんですけど、いっぱい揚げときますね。一部は今晩のカツ丼に使います。世界一のカツ丼動画も概要欄からぜひご覧ください。油を入れて、火をつけます。はい、試しに小さいの入れてます。まだちょっと低いですけど、そろそろいいですね。揚げていきます。はい、3枚。はい、大体ですね、揚げます。はい、
それではサンドイッチを作っていきたいと思います。とんかつ揚がりました。これも使います。自家製パン焼きました。市販の食パンでも構いません。これを 15mm の薄さに切っていきます。サンドイッチにするためにいつもより固めに焼きました。卵サンドを作るためにゆで卵を作ります。お湯沸かします。トマトを切っておきます。トマトは熟しすぎてない固めのものを選んだ方がいいですね。切っておきます。バターは常温に戻しておきます。はい、お湯が沸いてきたので卵入れます。これで卵そんな大きくないので6分か7分ぐらいでいいでしょう。黄身が偏らないように卵を回します。今日は2種類の卵サンドを作りたいと思います。ゆで卵で作る卵サンドと、もう一つはふわふわのスクランブルエッグを使った卵サンドですね。食感は全然異なりますけども、どちらもとっても美味しいですよ。カツサンドのためにからしマヨネーズを作っておきましょう。マヨネーズ、マスタード、同じ分量ぐらいを混ぜます。つぶつぶマスタードですね。パンの縁を落としておきますね。これはこれでクルトンとかいろいろ使い道があります。油で揚げて砂糖つけても美味しいですね。我が家ではアスカとセン、犬が大好物です。はい、ゆで卵時間経ちました。火止めます。すぐ冷水につけます。卵皮むきます。ゆで卵の水分をクッキングペーパーで拭き取って乾かします。はい、これを粗みじん切りにします。ほら、だいたいこれぐらいの半熟卵を作りましょうね。これぐらいです。細かく しすぎないよ。ボウルに入れます。はい、マヨネーズを入れます。塩、適当、胡椒を振ります。混ぜます。食パンにバターを塗って卵をのせます。3枚重ねます。でラップで包んで冷蔵庫に入れます。これで冷蔵庫に入れます。次はカツサンド、パンにからしマヨネーズを塗ります。薄く塗って、はい、でとんかつを置きます。とんかつソースをかけます。自家
家製とんかつソースの作り方も概要欄に貼っておきますが、市販のソースでも構いません。とんかつソースがない場合はウスターソースとケチャップを混ぜて代用できます。そしてこっち側の面にもからしマヨネーズを塗って、そしてかぶせます。でこれを切ります。どうですか、カツサンド。お弁当箱にこんな感じで入れていきます。卵を割り入れます。溶いて牛乳を入れます。フライパンにバターを入れて火をつけます。はい、バターが溶けたら卵を入れていきます。で返すような感じで、はい、そしたら火を止めます。ボウルに入れます。粗熱を取ります。はい、この粗熱を取ってる間にハムチーズサンドを作っておきましょう。バター塗ってレタスを入れてトマト、ハム、大きなお茶、そしてチーズ挟みます。
はい、反対側にもちょっとバター塗って挟んでいきます。はい、これもラップに包みましょう。あ、そうか、マヨネーズ塗るの忘れた。レタスの上にマヨネーズ塗ります。忘れてた。はい、これをラップして包んで冷蔵庫で寝かせます。はい、冷蔵庫しまいます。粗熱が取れましたら、ここにマヨネーズ、塩、胡椒、牛乳を少し追加します。そして混ぜます。ふわとろエッグの完成です。バターを塗って反対側のパンにも塗っておきましょう。で、卵をのせていきます。ラップで包みます。はい、これも冷蔵庫しまいます。最初に作ったサンドイッチが冷蔵庫で10分寝かせましたので、これを切ります。はい、切ります。切り方は縦でもこう斜めにしてもいいですね。三角に切ってもいいです。はい、どうですか。これを挟んでちょっと庭のパセリを取ってきます。はい、じゃあ野菜サンドも切ります。ハムチーズ野菜サンドですね。美味しそうです。はい、そしてふわふわ卵サンド。で、押し込んで入れます。はい、どうでしょう。プチトマト、パクチーかな。こんな感じでサンドイッチ弁当の完成です。蓋閉まりますね。こんな感じです。はい、こんな感じにサンドイッチ盛り合わせしてもいいですし、このようにお弁当にしてもいいですね。サンドイッチ弁当です。みんなに食べてもらって2種類の卵サンドどっちが好きか尋ねてみました。私はふわふわとろとろスクランブルエッグの卵サンドがコンビニで食べていた卵サンドに似ていて良かったのですが、みんなは昔ながらのゆで卵で作った卵サンドの方を選びました。しかし何といってもカツサンドが最高。ソース味が癖になります。サンドイッチはたくさん作って大皿に並べパーティー料理にもなりますし、お弁当箱に入れてピクニックにも持っていける便利な食べ物です。手作りのサンドイッチで食べる人たちに喜んでもらいましょう。ではまた古今東西さまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネル。今年は昨年より新しい動画をちょっとだけ増やして頑張ります。引っ越しとかあって作れない期間が長くブランクができますが、穴が開かないよう取りだめします。チャンネル登録と評価コメントで応援よろしくお願いいたします。ではまた。ノスベモス。チャウチャウ。